どうも PDR さんです。不登校は不幸じゃない。10歳の YouTuber 沖縄から世界に発信。ハイサイ毎度。数日前にリクエストが来たんですけど、Yahoo ニュースに載ってからさらにリクエストが来ました。今日は少年革命家ユタボンを見ていきたいと思います。まずは彼の動画、ロボットになるな。不登校の天才 YouTuber 麦わらのユタボンを見ていきたいと思いますが、彼まだ10歳だし、この動画のコメント欄閉鎖されたくないので音声だけにします。ハイサイ毎度不登校の天才 YouTuber 麦わらのユタボンです。わあ、不登校なのに元気だね。あと、天才だったら10歳で YouTube やらないと思う。僕は今9歳で4年生です。いや、学校行ってないから4年生じゃないだろ。僕は3年生の1学期ぐらいに不登校になりました。なるほど。なんで不登校になったかというと、周りの子たちがロボットに見えたからです。はい。なんでロボットに見えたかというと、ターミネーター2を見すぎてスカイネットが世界を支配してるって勘違いしたから。親の言うことと先生の言うことをはいはい黙って聞いてたからです。ダメなのそれ。なんかおかしいなーと思って、僕は宿題がやりたくなくなってやらなくなりました。周りの子が先生や親の言うことをはいはい黙って聞くからロボットに見えた。それおかしいなと思って僕は宿題をやりたくなくなった。は？意味わかんないんだけど。じゃあ先生がやってきなさいって言ったけど、僕はやりたくないからやりませんでした。先生だったら一番欲しくないタイプの生徒ですね。じゃあ先生が居残りさせて、それで僕を叩いてきて、これ本当だったら良くないですよね。それで先生と話し合って、先生は叩いたのに叩いてないって嘘つくんですよ。で、パパとママも怒って、それで先生も宿題はやらんでいいよって言ったから、俺は、学校に行ったら休み時間にやらされて、いや話違うやんって。まず本当に叩いたのかな。もう否定はしたくないですけど、なんか今の時代叩いたらすごい問題になるし、親もすごい怒ってたって言ってたからなんかやんなかったのかな。PDR さんは本当体罰とか反対なんですけど、この話どうしても作り話に聞こえてしまうんですよね。どういうこと？周りの子供がロボットに見えたってなんか9歳の子供の発想じゃないじゃないですか。どっちかっていうと大人が考えることですよね。子供からしてみればロボットってかっこいいものじゃないですか。まあ、彼が宿題やりたくないっていうのは多分本当だと思うんですけど、この周りの子供がロボットに見えたっていう話は多分親が彼のバックストーリーを深めるために後付けしたものだと思います。だってそのロボットの話を省いたら、ただ宿題がやりたくないクソガキじゃん。なるほど。あと先生が多分どうしても宿題をやってほしかったっていうのは、一人の子が宿題をやらないと他の子があいつ宿題やってねえんだから俺も宿題やりたくないって言い出すのが怖かったからなんじゃないですかね。それで友達と遊ぶ約束してて、それで遊びに行ったら宿題やってないやつと遊ばへんとか言ってきて、まあ人間なんてそんなもんよ。いやいや話違うやん、約束してたやん言って、もう俺はめっちゃ悔しくて、じゃあ宿題やれよ。宿題と遊びは関係ないやんって言って、ユタボンよ、人生は理不尽なことばっかだから俺はそこで宿題をしてたら俺までロボットになってしまう。ロボットになってしまうっていうのがもう言い訳にしか聞こえないですね。それでパパとママも学校に行きたい時に行っていいよって言ってくれたから、だから昼飯だけ食いに行ったら、親に給食費払ってるから昼飯だけちゃんと食べに行きなさいよって言われてそう。友達とかにお前だけすごいな、ずるいなとか言われて、まあそりゃそうなるでしょ。いやせこいな、ずるいなと思うんやったらお前らもやったらいいやんってユタボン、その子たちはまともな親がいるからそういうことできないんだよ言ったって、それで周りがロボットに見えてまた出たよ、ロボット弁論。僕は大阪から逃げた。沖縄に引っ越してきた。そうとも言う。それでパパに夢の種があるよって教えてもらって、それで僕は夢の種にパパと一緒に見学に行ったら、いや、パパに教えてもらって見学に行ったって多分自分の意思で動いてるって思い込んでるけど、実際はパパの操り人形。夢の種放送局はインターネットラジオなので、インターネットがつながれば世界中で聞くことができるラジオです。世界中で聞けてもほとんどの人日本語喋れないから。
ラジオに興味を持った僕はパーソナリティになる話を聞きに行って、僕もパーソナリティになろうと思いました。なんでラジオのパーソナリティになろうと思ったかというと、僕はもともと不登校で学校に行きたくなくて、家で自由に楽しく過ごしてるんですけど。ニートじゃん、相棒。はい。で、彼はラジオパーソナリティになって全国の不登校の子供を勇気づけようとしてます。いいと思うんですよ、それ。ただ、10歳だからっていうのもあると思うんですけど、メッセージが非常に薄っぺらい。死ぬな、苦しむな、学校なんて行かなくていい。苦しんでる人に苦しむな、死にたい人に死ぬな。そんな簡単な問題じゃねえんだよ。それに大体嫌なことから逃げてるやつに言われてもな、説得力ねえよ。なんか本当に不登校でうつ病とかいじめとか学校に行きたくても行けない人の顔にピッって唾を吐いてる感じがしますね。それはちょっと言い過ぎじゃない？で、彼の親がどんな人なのかなと思ったら、こちらがお父さんです。中村幸也、大阪府茨木市に生まれる、中卒、元暴走族、現在は心理カウンセラー、諦める生き方の専門。これで子供が学校を諦めた理由が分かりましたね。禁煙カウンセラー、中学時代はかなりのやんちゃ坊主。盗んだバイクでグラウンドを走り回り、いやそれやんちゃじゃなくて犯罪者だろ。タバコを吸いながら廊下を堂々と歩く。中学卒業後すぐに就職し、働き始めるが3ヶ月で辞める。後に20回以上転職を繰り返す。暴走族の副総長となる。総長になれなかったのは諦めたからですかね。恐喝、窃盗、傷害、暴走、喧嘩、シンナー、麻薬、覚醒剤、典型的な昔は悪だったけど今はまともな人やですね。あんままともに見えないですけど。これを読むと子供が完全に親の影響でああなったことがわかりますね。確かに。これはあくまで PDR さんの個人的な意見なんですけど、この親は自分の知名度を上げるために子供を利用してるようにしか見えないんですよ。やたらとプッシュしてるこの講演会を見ますと、自由に生きるのに遠慮はいらない。人生は冒険だ。少年革命家ユタボン、不登校の天才 YouTuber、夢の種放送局最年少パーソナリティ、諦める勇気の著者、心理カウンセラー、中村幸也、VIP チケット4000円。講演会大人2000円。話題の子供で釣って自分の諦める勇気を押し付ける。素晴らしい手法ですね。最後に、宿題がやりたくないから学校に行きたくない皆さん、学校行きましょう。PDR さんも学校好きじゃなかったですけど、学校に行きましたからね。学校なんて長い人生の中でほんの一瞬ですから、それに学校でいろんなことを学べますから、協調性とか我慢とか人と接する方法、礼儀とか、あと小学校で学ぶ算数とか漢字は後の人生でもめっちゃ使いますからね。だから学校行きましょう。あと天才不登校革命家世界を変えるユタボンのチャンネルに行ってアンチコメは残さないでください。彼はあくまでお父さんに操られてるロボットなんでね。じゃこの動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったらベルボタン一回クリックしてピーラーさんの動画の通知たまらにもらいましょう。皆さんはこの天才革命家世界を変える不登校ユタボンについてどう思いますか？ぜひ意見をお聞かせください。皆さんは賛成ですか？反対ですか？ぜひどっち側の意見も聞きたいのでコメントを残してください。あと昨日もその前も動画出したんでぜひチェックしてください。明日は休みますがその次の日にメインチャンネル更新するんで多分明日ごえごこチャンネルで動画出すかもしれませんね。では